今回買ったレンズは、TT アーティザンっていう中国の深センにある会社ですねの、レンズです。で F が 1.5 から16までいきます。で、焦点距離がフルサイズ換算で 21mm のレンズです。で一旦開けたのでちょっとね中身をね説明したいと思います。まず、これレンズですね。で結構ね手のひらに収まるぐらいのレンズで結構小さいんですけど意外と重いです。でこのソニーの単焦点レンズ20mmF1.8 の G レンズですね。これと比べてもちょっとねこっちの方が重いなっていう感じですね。はい、意外と重いです。でこれは何だ、これはキャップですね。レンズキャップです。でこれレンズキャップ四角ですけど、もともとついてるのがこの四角いフィルターホルダーが初めについていて、でこっちかな、これが、円形のフィルターホルダーですね。これです。でこれをこっちに切り替えることができますね。こう四角いやつを外して円形のフィルター持ってる人はこっちに切り替えれば円形のフィルターをつけることができます。で円形フィルターのサイズは 72mm ですね。はい。であとはこれはこのネジみたいなやつはドライバーみたいなやつはなんかライカの M マウントにつけるときに使うみたいなんですけど、なんかピントがちょっと合わない時があって、そういう時にこれで調節するみたいです。ただね今回はね、富士フィルムにつけるので多分使わないと思います。それでこれですね。これが一緒にセットで買った GFX100S につける G マウント用の、マウントアダプターですね。ここ外して、これを GFX につけます。はい。じゃあこれを、GFX100S にねつけていきたいと思います。まずこれですね。GFX100S は。でここにこのマウントアダプターをつけて、でこのレンズをつけます。でまずね最初にねこのマウントアダプターにレンズをつけちゃいたいと思います。つけますね。これを、この赤いところに合わせて、この赤いポチを合わせてつけてグリッと回すと、でカチッと音がしたのでこれでついたと思います。でこれを GFX につけます。だいたい合うので、これをあとはグリッと回せばこれでつきますね。こんな感じですね。G マウントのレンズに比べると全然小さいですよね。ちょっと G マウントレンズ持ってきますね。これが 45mm100mm の、G マウントのズームレンズです。こんな感じかな。これぐらい違うんで、全然小さくて使いやすそうです。でちょっとね設定の話をね少ししたいと思います。まず最初にしないといけないのが、設定のレンズなしレリーズをオンにしないといけないんですよね。これですね。これデフォルトだとオフになってるので、これをオンにします。これ何かっていうと、レンズをつけてなくてもシャッターが落ちるようにする設定のことですね。このレンズをつけてるとおそらくボディはレンズとして認識していないのでシャッターが落ちないんですよ。あとこのレンズはオートフォーカスとかはもちろん効かないので、マニュアルフォーカスで自分でこれをやらないといけないんですけど、マニュアルフォーカスをするときにどこにピントが合ってるかっていうのを正確に知るためにフォーカスチェックっていう機能があって、でフォーカスチェックっていうのはこのフォーカスリングを回した時にそのフォーカスしてるところをこのファインダーとかこのディスプレイ上でズームして見せてくれるっていう機能なんですけど、これもやっぱりこうレンズとして認識していないので、マニュアルフォーカスでこのリングを回しても
それが反応しないんですね。なのでマニュアルフォーカスでフォーカスチェックを使うときは、それをねファンクションボタンとかに設定しないと起動しません。はい。で、僕はですねファンクションボタンのここですね、ここに設定しました。で、設定はさっきの設定の操作ボタンダイヤルのこれですね。これの設定で自由に好きなところに設定すればいいと思うんですけど、僕はここにフォーカスチェックっていうのを設定しました。で、これをすると、カメラをこう構えてる時にここをね、ここですね、ここを押すと、こうやって今下テーブルが映ってるので分かりにくいですけど、こうズームしてピントの位置を見ることができるようになります。これはね多分設定しておいた方がいい気がします。で、最後にもう一つあるのが、このレンズは 35mm 用のレンズフルサイズのレンズなので GFX100S の中盤センサーで使う場合は公式ですと 35mm フォーマットで使ってっていうふうに言っていますので、まだカメラの設定でこの 35mm フォーマットをオンにしなければいけません。しなくても使えるんですけど、するとこんな感じで、しないと広がるんですけど、こういうところとかにね、四隅に毛られが発生します。これをなくすために 35mm 用の区画に変更します。これで使いますね。はい。大体設定はその3つですかね。レンズなしレリーズをオンにすること、あとフォーカスチェックが起動しないのでファンクションボタンに設定すること、あとは 35mm フォーマットで使うってことですね。大体こんな感じです。これで写真も撮れるようになります。で、写真を何枚か外で撮ってきたので、実際に見ながらどんな風に撮れるかっていうのを紹介したいと思います。はい、ですね、今回写真撮ってきたのは、F のね違いによってどれぐらい変わるかっていうのを実験したくて、まず F1.5、F2.8、F5.6、F11 で、だいたい同じようなアングルで、写真を撮ってきました。それとあと 35mm フォーマットで撮るのと、あと 35mm フォーマットしないで、中盤センサーのサイズで撮るパターンをねそれぞれ撮りました。なので中盤センサーサイズで撮るやつはどれぐらい毛られがね毛られが発生してしまうのかとか、その辺を見ていただけたらなと思います。 35mm フォーマットでは F 値のね違いによる写真のね違いを見ていただけたらなと思います。はい、では見ます。まずは、左が F1.5 で右が F2.8 ですね。で、だいたい見ると F1.5 の方が、ぼやけてはもちろんその F が明るいんでぼやけはするんですけど、寄ってみるとね、このなんていうんですかね、 F1.5 の場合はすごくこうソフトなというかぼんやりした感じになりますよね。この手前のものがボケるのはいいんですけど、このビルとかの窓とかもすごくね薄くなったりソフトな感じになってます。で、ですね、これはその TT アーティザンのサイトにも書いてあったんですけど、 F1.5 で撮ると結構そのオールドレンズのようなソフトな感じが出ますみたいなことが書いてあって、多分それがねこんな感じに出るみたいですね。なのでちょっとぼんやりした感じですね。で F2.8 を F5.6 にしますね。右が 5.6 で左が F1.5 です。でこれをね近づいてみると、で、もちろんこの手前の葉っぱとかのボケが少しね収まってきてはいるんですが、それよりも気になるのはビルの色味がちょっとね変わるんですよ。でこれ右側が 5.6 ですね。でちょっと戻します。 2.8 に 2.8 に戻すと、こういう感じになるんですね。 2.8 5.6 2.8 5.6 ですね。ちょっとね赤みが増すというか、
そんな感じですよね。F 変えただけなんですけどね。ちなみに、ISO とシャッタースピードはオートにしてます。ただそれがこの色味を変える原因になるような気もしないんですけど、なんか理由があるんですかね。で最後に、せっかくなんで F11 か F11 も見てみたいと思います。左が F1.5 で右が F11 です。11はかなりもう葉っぱもくっきり写ってるので、両方ともはっきり写したいとか、風景撮りたいときはこれぐらいがいいような気がしますね。はい、こんな感じですね。こうやって見ると全然違うのが分かります。F1.5 はね、そのボケもあるんですけど、それ以上になんかこのソフトな感じが出てますね。はい、これが F1.5 の写真です。これの 35mm フォーマットにしないバージョン、要するに画角を少し広げたパターンで見てみたいと思います。それがこれですね。はい、でこれはここは周りがね暗くなってるので、もしね蹴られていても気にならないですね。じゃあ F1.5 の 35mm フォーマットと比較してみようかな。左が 35mm フォーマットで撮影した F1.5 の写真で、右が中盤センサーの画角で撮った写真です。気になりませんね。全然中盤センサーのやつで撮っても十分いけるような気がします。はい。で次に縦構図で撮った写真をね見たいと思います。左が 35mm フォーマットで撮った F1.5 の写真で、右が同じく 35mm で撮った F2.8 です。ちょっと寄ってみます。こうやってここまでやると、左の F1.5 の方がさっきと同じようにぼんやりソフトな感じが出てると思います。この辺とかもね見るとぼんやりしてますよね。なんでこのソフトな感じで撮りたい場合はこの開放で撮るといいのかもしれません。このレンガのところとかをちょっと見てみますね。レンガのところに行くともう色の違いがね分かりますね。ちょっと薄くなってますよね、全体的に。はい。引いて比べるとこんな感じですね。さっきの緑の写真の方が、横構図の緑の写真の方が F1.5 のぼんやり感は出てていいような気がします。ではね、右を F5.6 にしてみました。5.6 にするとね結構くっきり感が出てきますね。この辺のライトとかも、色が濃いですしかなりはっきり映ってます。で F11 にしてみようかな。 F11、 右が F11 で左が F1.5 です。 F11 までいくとやっぱ手前のこの花もかなりはっきり映ってきますね。で色も離れてても分かるんですけど、このレンガの色とかもかなり色味が濃くなってますし、この辺のぼんやり感はどんぐらい変わるかな。ちょっと寄ってみますね。こう見るとやっぱりこう白飛びしちゃってるのかもしれないですけど、ここ見えないですからね。でこっちはかなりはっきり映ってるような気がします。F1.5 だとこの辺がもうぼんやりですね。はい、そんな感じですね。手前にねやっぱいろいろあった方がすごくF1.5 で撮る場合はソフトな感じが出てねいいんじゃないかなと思います。これぐらいで明るいところに出るとそこまでその F1.5 のソフトな感じはそんなに出ないかなっていうふうに思います。はい、でじゃあ次に中盤センサーのサイズで撮ったやつを見たいと思います。はい、
これが、35mm フォーマットをオフにして中盤センサーのサイズで撮ったものです。でこれ見るとなんかここにレンズの反射かなんかみたいなのが入っちゃってますね。 F2.8 の方も入ってます。で、この辺とかも暗くなってますし、少しね明るいところで撮るとこの毛られが思いっきり出ちゃってちょっと使いにくいかなっていう感じですかね。明るいとこだとやっぱり 35mm フォーマットは使った方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ F2.8 の方を 5.6 に変えますね。はい、これが 5.6 ですね。5.6 だとこの外側の毛られもかなり黒くなってきてるのかな。でこの辺の反射もちょっと形が変わるけどまだ残ってますね。で、F5.6 の方を11にします。11にするとこの毛られのサイズが均等化したような感じがしますけど、こっち側の右下の部分も出てます。明るいとこだと 35mm フォーマットを使った方がいいんじゃないかなっていう感じですね。はい、で最後にF1.5 の写真と F2 の写真をちょっとだけ撮ってみたので、それを比較したいと思います。もともと星を撮る目的だったので、F はねかなり1.5 とか、2ぐらいの間を使おうと思ってるんですけど、星を撮るときにすごくねキリッと撮りたい場合ですと、おそらくこれまで見てる感じだと F1.5 だとぼんやりしちゃうので、そういう星空もまたいいと思うんですけど、キリッと撮りたい場合はおそらくね少し F を上げないといけないかなって思ってるので、ちょっとその F2 と比較したいなと思って撮りました。はい、で左が F1.5 で右が F2 です。でこれで見た感じでもやっぱ左の方がぼんやりしてるような感じしますね。ちょっと寄ってみます。やっぱり F1.5 だと結構ぼんやりしてるので、 F2 の方は結構キリッとしてきてるので、星を撮るときは少しだけ絞って F2 とか F1.8 とかなのかな、それぐらいで撮ると、クリアな星空が撮れるんじゃないかなとなんとなく思うので、次回は F2 ぐらいで星のね写真をね撮ってみたいなっていう感じですかね。ということでこの公式のレンズじゃないので扱いがちょっと難しいんですけど、特定の用途でしたらすごく使えるんじゃないのかなっていう感じですね。僕はこの星とか天の川を撮るために今回は買ったので、それを使おうかなと思いますね。オートフォーカスも効かないので、普段持ち歩いて動くものを撮るっていうのは少し難しいかもしれません。はい、でこの F1.5 にするといろいろ見ましたけど、すごくぼんやりしててちょっといい感じに映るので、そういう感じで撮りたいなっていう用途であればそれはそれでまたいいんじゃないかなって思いました。そんな感じですかね。はい、なので次回というか来週ぐらいにもう一回ね写真を撮りに行きたいので、そこで使えたらなって思ってるので、それもまた動画にしたいと思います。